こんにちは、千代子です。ようこそいらしてくださいました。今回は誰もが手軽に自前の AI モデルが作れるウェブツールを試してみました。こちらのエッジインパルス。プロの本格的な研究開発の現場でも使われているエッジ AI 開発プラットフォームです。企業アカウントだけでなく、個人ユーザー用の無料アカウントのオプションもあり、データを用意すればトレーニングしてくれて、用途に合わせた自分だけの AI ができるんです。しかも省エネタイプ、パソコンやラズパイ ESP32 など手元のデバイスでニューラルネットワークを使った画像認識や音声処理ができるとのこと。エッジインパルスのウェブサイトに行ってみると、例えばこんなことができるよとチュートリアルのページへのリンクがあります。物の姿を覚えさせたり、音を覚えさせたりするのは手持ちのウェブカムやマイクで始められます。このジェスチャー認識というのは加速度センサーを使って動きを教え込むのだそうですけどね。今回作るのは物体認識カテゴリーの AI モデル。群衆の中から特定のキャラクターを見つける軽量 AI をカスタムメイドできるか試してみます。うまくいけば大ヒットしたイラスト絵本シリーズ、世界中を旅している青年ウォーリーを探せる AI ができるはずです。今回は大群衆イラストの代わりに同じような大きさのぬいぐるみをたくさん寄せ集めてきて、特定の子を見つけられるのか試してみます。せっかくなのでウォーリーのファッションを何気に真似た羊毛フェルトの犬を作りました。名前はモーリー。名付けてモーリーを探せ計画です。まずエッジインパルスの個人アカウントを作ります。フリープランなので一度に持てる AI モデル作成のプロジェクトは3つまでです。でも出来上がったモデルをダウンロードしてプロジェクトを終了して削除すれば、また新しい AI モデルを作るプロジェクトを立ち上げられます。早速モーリーを探せと名付けてプロジェクトを立ち上げました。 AI モデルを作るにはまずは画像データの収集、モーリーがどんな姿をしているのかしっかり覚えてもらうためです。いわゆるニューラルネットワークのトレーニングの準備です。モーリーの姿をいろいろな角度から見てもらっておけば、群衆に紛れても見つけてもらえるでしょうか。データ収集はスマホで撮影するオプションもありますが、私はパソコンにつないだウェブカメラで撮影しました。ストップモーションのアニメ撮影みたいに大変なことをしなきゃいけないのかなと思ったのですが、このモーリーは手足がない、つまりポーズの変化もない、撮影アングルだけ変えていけばいい、カメラを動かしてどんどんスナップを撮っていけばいいだけなので、そんなに面倒ではありませんでした。出来上がった AI モデルを実際に活用してみるとき、群衆を引きでも映すなら画面に対して小さく映っているモーリーのデータも必要。本格的な応用だったら影のつき方や明るさの変化などいろいろなことも想定しておかなければいけないのでしょうが、今回の群衆は簡単なスタジオ撮影、他のぬいぐるみも一緒に撮影ボックスに詰め込むだけなので、そこまでたくさんのデータはいらないでしょう。撮影が終わったらラベル付け。画面一枚一枚モーリーが映っている部分をざっくり四角で囲んで、これはモーリーだとラベルをつけておきます。手作業です。こういう作業こそ画像処理でやってくれたらいいのにと一瞬思って、そうだ、そういう画像処理のためのデータ作りをしているんだと、卵が先か鶏が先かなんだかよくわからないことを考えている暇もなく、機械的作業はすぐ終わりました。100枚近くの画像データを用意しましたが、手足がないだるまさん型のぬいぐるみですから、もっとずっと少なくてもよかったのかもしれません。AI モデルというと、こういった形のニューラルネットワークの図、シナプスに見立てた丸、ノード同士が相乗になりながらも全部つながっているものをよく見かけますが、今回はこれとは違う構造を使います。エッジインパルスにデフォルトで用意されているこのフォーモというアーキテクチャを使いました。Faster Objects
More Objects の頭文字を取って名付けられたそうで、ラズパイや ESP32 でも使えるとても軽くて効率の良い省エネ AI モデルだそうです。さて、一夜漬けどころか即席の浅漬けで覚えてもらった偽物のウォーリーの姿、果たして見つけられるのでしょうか。自家製の撮影ボックスの中にぬいぐるみたちにごちゃごちゃと集まってもらいました。モーリーはあの大スターウォーリー青年のインパーソネーターなのですが、このモーリーのインパーソネーターも用意しておきました。意外とこのモーリーインパーソネーターはスルーですね。色のパターンよりもテクスチャーの方で判断しているのでしょうか。興味深いことに、人間の目では似ても似つかないレプリコーンの羊毛フェルトの方が間違えられています。あとはこちらのちりめん細工のクマなども、こういう人違いが多いのは私がモーリーの姿しか教えなかったから悪いのですよね。私としては丸眼鏡をかけた顔、縞柄のシャツ、色合いは上が赤と白で下が青というご本家のイメージから来るファッションに気がついてほしかったわけですが、でもそういうことよりもぬいぐるみのテクスチャーの方を気にしてくれてしまったのですよね。モーリー以外のものは白っぽい背景しか教えられてないし、他のキャラクターとモーリーとの違いがわからなければ何がモーリーの特徴なのか、いろいろなぬいぐるみが視界に入ってくる中でどこを見てモーリーを探せばよいのか覚えられませんものね。というわけでデータを取り直します。人違いされたぬいぐるみたちを優先して撮影とラベル付けをしていったので、これで彼らがモーリーとは別人格であることを覚えてもらいます。モフモフケバケバのレプリコーンにちりめん柄のクマやカエルたちの写真にラベルをつけて再度学習してもらいましょう。アーキテクチャは2回とも全く同じ。何がいいのかわからないので物体検出でプロジェクトを作って出てきたデフォルトのセッティングを全く変えてないのですよね。データが増えましたが学習は数十分で終わり。では試してみましょう。いろいろなタグがチラチラしていますが赤いタグがモーリーです。今度は大丈夫そうです。レプリコーンやクマたちはそれぞれ本人確認ができてモーリーと間違えられることはなくなりました。エッジインパルスを使って手軽に作れる自前の AI モデルによるウォーリーを探せ、もといモーリーを探せ企画、ひとまず成功です。今回私はパソコンを使いましたが、この省エネアーキテクチャフォームを使えば比較的小さいメモリーでも動くので、ラズパイだけでなく ESP32 の S3 など一部のマイコンでも起動できるそうです。ご覧いただきありがとうございました。コメントやチャンネル登録いただけますと大変励みになります。どうぞまたお越しくださいませ。